はい、こんにちは。国産食堂のとしです。今日はですね、残ったカレーの冷凍保存の方法を紹介しようと思います。この方法はですね、私が見習い先で、そのシェフがもう30年ぐらいやってるような人やったんですけども、そのシェフに教わった方法で、実際に僕のお店でもやっていた方法です。個人的にはですね、別の動画で紹介している冷蔵よりもこちらの冷凍の方をお勧めしたいなというふうに思います。理由はですね、味が劣化しにくいことと、やっぱり長期間保存できますので、使い勝手がいいことです。それでは早速始めていきましょう。冷凍する際にはですね、タッパとかではなくて、こんなビニール袋を使います。タッパではなくてビニール袋を使うメリットはですね、小分けにできるものですから使い勝手がいいっていうこと、それと空気に触れずにビニール袋で空気を遮断できるものですから味の劣化も防げるということ、それにタッパとかでまとめてドカンと冷凍すると凍るまでになかなか時間がかかるものですから、ビニールに薄く広げてやって一気にガッと凍らせた方が味の劣化も少ないということ、そのメリットがあるのでビニール袋で保存していきます。ビニール袋よりジップロックの袋の方がいいんじゃないのって思うかもしれませんけれども、ジップロックも結構高いですし、要は袋に収まってればいいので、ビニール袋で十分ですね。で実際に入れていくんですけども、残ったカレーは別動画で紹介しているような方法で粗熱を取っておきます。そしてビニール袋にカレーを1人分ずつ入れていきます。1人分はだいたいお玉2杯ぐらいか 200g ぐらいですね。で、この入れるときに注意点が3つほどあります。1つはじゃがいもを取り除いておくこと。で、2つ目は空気をきちんと抜いてやること。そして3つ目は平らにして冷凍すること。この3つですね。順番に解説していきます。1つ目のじゃがいもを取り除いておくことなんですけども、野菜には冷凍に向いているものと向いてないものがあるんですね。で、じゃがいもは冷凍するとスカスカになってしまって、解凍した時も美味しくないんですね。これはもうちょっとどうしようもないって感じですね。なので、じゃがいもだけは、冷凍する前に取り除いてやって、その時に食べきってしまうことをお勧めします。じゃがいも以外の人参とか玉ねぎとかは比較的まだ大丈夫です。で、2つ目の空気をきちんと抜くっていうことなんですけども、空気をしっかり抜いてビニール袋にぴっちり密着させてやることによって風味の劣化を防ぐことができます。空気が入っているとですね、保存中にルーがずっと空気に触れた状態になってしまいますので、冷凍焼けや霜がついたりして味や風味が極端に落ちちゃうんですね。なので空気を抜いてぴっちりビニール袋に密着させてやることで美味しく長持ちさせることができます。これがコツです。空気の抜き方はですね、お玉でビニール袋にカレーのルーを入れて、入れた後にトントントンと落としてやって、で落とした状態でビニール袋を倒してルーを手前から向こうにぐーっと押すような感じですね。そんな感じでやると空気が入らずにビニールに密着させていくもんですから、そんな風に空気を抜いていきます。めちゃめちゃ神経質になる必要もないんですけども、でも一応基本的には空気を抜いてやるっていうことを意識してやってください。そして3つ目には入れた後平らにして冷凍することです。これは平らにすることで素早く冷凍できるので味の劣化が少ないこと、そしてかさばらないので冷蔵庫のスペースを効率的に空けることができること、その目的でそうします。こんな感じですね。そしてこの状態で冷凍します。全部重ねて冷凍してしまってもいいんですけれども、できればこんな風に広げて冷凍すると素早く冷凍できます。冷蔵庫のスペースもありますので、できればでいいんですけども、こうして広げてやった方が味の劣化は少ないです。そしてこの状態で一晩凍らせます。
では翌日です。一晩凍らせた後、完全に凍っておりましたので、このままでもいいんですけども、できればですね、大きめのジップロックにまとめて入れてしまいます。ジップロックに入れることによって空気を遮断することができますので、冷凍庫の匂い移りを防ぐことができます。この時にはお勧めしたいのがですね、日付を書いた紙を入れておくっていうことですね。というのもですね、冷凍してしまうといつのもんだかわからなくなってしまうんですね。で、それで後で食べようと思っても、これいつだったかなと、覚えてないな。でも温め直してまずかったら嫌やしな、もう捨てようかなっていうことが防げるんですね。ちょっともったいないですよね。ちなみに保存期間ですけれども、状態にもよるんですけども、2、3ヶ月ぐらいやったらもう十分持ちます。ただ、風味はやっぱり時間が経つごとに押していきますので、早めがいいに越したことはありません。目安としてちゃんと冷凍すれば2、3ヶ月ぐらいはいけますよということです。ちなみにその2、3ヶ月っていうことなんですけども、あくまで目安ですので、作ってから冷凍するまでの時間がすごい常温でほったらかしてあったりだとか、作ってからの時間が長いと、その間でやっぱ傷んでいきますもんですから、その場合は保存期間は短くなっていきます。あくまで目安としてお考えください。とこんな感じにできたら、あとはずっと保存できます。では次に解凍方法について説明していこうと思いますけれども、ちょっと長くなってきましたので、続きは後編の動画で紹介しようと思います。解凍方法もですね、若干ちょっとコツみたいなものもありますので、またそちらの動画で紹介していこうと思います。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。